こんにちは、村雲です。今回の動画は、スープラでのサーキット走行動画となっており、昨年初めて走行した美浜サーキット2回目の走行となります。昨年との走行の違いや、少しサーキット走行に慣れてきたことで、課題なども見えてきました。それに対してサーキット熟練者の方たちからいろいろとアドバイスいただけると幸いです。また、ブログも運営しており、そちらでも自動車関連情報を随時発信しておりますので、概要欄のリンクからご覧いただけると幸いです。それではご覧ください。まずは今回走行するサーキットについてです。美浜サーキットは愛知県の知多半島にあるサーキットとなっており、長めのストレートはなく180度コーナーが複数あるなど、どちらかというとテクニカルなコースとなっており、 JR スープラ、特に私が乗っている RZ グレード向きのサーキットではないかと思われます。ちなみに昨年の走行でのベストラップの様子はこちらとなっています。こちらのベストラップのタイムが55秒となっていました。続いて昨年のサーキット走行の状態からの車に関する変化点をお伝えします。大きくカスタム関連での変化点として2つあり、1つはホイールを純正ホイールから円形のホイールへと変更したこと、もう1つはサスペンションを純正のものから HKS のハイバーマックススクーリングへと変更したことで、車高を 25mm ほど避けていることが挙げられます。どちらも足回り関連の変更となっており、昨年度の感覚を思い出しながらになりますが、バネスタ重量がおそらく重くなっていることと、足回りが硬くなったことで、ノーマル状態よりも車体がだいぶ跳ねるようになっているように感じました。続いて、昨年の走行や今回の走行に対して見えてきた私の課題についてです。まず一つ目が、コーナーがすべてアンダー気味となっているです。もともと私の場合は走行ラインとしてアウトインアウトを意識して走行していましたが、美浜サーキットのようなコーナーが短い間隔で連続するサーキットではアンダーが出がちになってしまっており、結果としてコーナリングスピードが落ちてしまっていました。実際スープラではありませんが、他の方の FR チャンネルの走行動画を見ても、美浜サーキットの場合はコーナーをイン側に寄せた状態で抜けていく走行ラインを描いて走行されており、そのラインが当初うまく再現できていませんでした。そこで2セット目からは思いっきりコーナーの時間に沿って走行することを意識するようになると、かなりスムーズに走れるようになり、コーナリングスピードや脱出の速度が上がってきたように思います。ただ、その結果として出てきたのが、2つ目の課題であるタイヤの限界を感じ取ることができていないです。1つ目の課題を克服するためのライン取りを実施して走っていると、かなりタイヤに無理をさせているようで、スキル音がかなり鳴っています。そしてこの状態でコーナー立ち上がる前にアクセルを開けてしまうと、こんな感じで突然スピンしてしまいました。スピンに関してはスープラで初めてであり、かなり動揺してしまいましたね。攻めた結果ではありますが、結構焦ります。課題としては、このタイヤが滑ってしまう限界を攻めないと、タイムは上がってこないかと思いますので、今はこの限界を体で感じられていないところに課題を感じています。3つ目の課題は、タイヤ同様、ブレーキが限界に達するとどうなるか分かっていないです。ショートサーキットではありますので、そこまで酷使しているというわけではありませんが、ブレーキパッドを低ブレーキダストのものに変更しているということもあり、ハードな使い方に適したものではないかと考えています。そのため、ブレーキが唐突に効かなくなってしまう事態にビビって、
アクセルベタ踏みでストレートを走行できておらず、スープラの大パワーは生かしきれておらず、タイムが伸びていないかと思います。この辺りの課題に対するご意見であったり、アドバイスになりましたら、ぜひとも教えていただきたいです。それでは今回の走行におけるベストラップの様子をお届けします。このラップタイムが52秒であり、前回の走行から3秒縮めることができました。これはコースのライン取りなどをより意識した結果であると思われます。ただ、まだまだ2つ目、3つ目の課題は解決できていないため、いろいろと試行錯誤し、まずは50秒を切ることを目標に、いろいろとトライしていきたいと思います。余談ですが、この走行自体は4月の中旬に行ったのですが、それでも車内はかなり暑く、20分の走行でも途中暑さで集中力がかなり奪われていましたね。改めて耐久レースなどに参戦しているドライバーの形でのバイタリティの高さを実感することもできました。おまけです。サーキット走行後のメンテについてです。タイヤの空気圧チェックやホイールボルトのトルクチェックに加えて、洗車も実施しているのですが、ご覧の通り、スープラのサイドの湾曲形状の影響で、ボディにタイヤのカスが結構付着しております。結構しつこくこびりついており、毎回落とすのに苦労していたのですが、こちらのタールリムーバーを使用することで、かなり楽に落とすことができました。使い方としては、カスがこびりついているところでスプレーを吹き付け、しばらくした後に吹き上げるだけとなっており、力を入れてこすらなくても落ちるようになっており、洗車が楽になったのでおすすめです。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。